日本の場合は経済が発展しないのと、海外からこの国に投資してもしょうがないよねって思われているので、国民負担率がどうこうというより、持続可能な状況になっているかというところの方が大事だと思うんですよ。ユーロ円安ですが、いくらぐらいが適正だと思います。また将来どうなっても、アベノミクスのせいだと思っていますが、このままでは電気代が進み高くて自民党も悩んでます。適正な額というのはありません。なので、例えばじゃあ、今金利が上がりましたけど、その金利がバンバン上がっていくんだったら、それ逆に円高になる可能性もあるし、その金利が全然上がらないのであれば、円安はどんどん進んでいくと思うので、なので、為替に適正な額があるというわけではなく、金利と為替の、相対的なもので決まるので、なので、ただ、この時点でその1ドル140円台を見続けている段階で、上田日銀総裁がちゃんと判断を変えたというのであれば、やっぱり1ドル150円の壁は超えさせないというのが、多分、日銀の人の考え方だと思うんですよね。で、ユーロ円安でユーロを意識されてると思うんですけど、日本人の多くの人って、円ユーロあんまり見てないんですよ。要は円安円高って何で判断するかっていうと、やっぱドルで判断する人多いと思うんですよね。で、日本の場合、やっぱ政治家っていうのは、その日本の多くの人の、その考え方っていうのを反映して、その物事の政策とか決めたりするので、なので、割とそのユーロがどうこうというよりは、ドル円で結構その日銀の動きとか、日本政府の動きっていうのは決まるんじゃないかなと思うので、なので、今のところはまあ、長期金利を上げることで、どあの、えその、ドル高円安が抑えられるのであれば、そこら辺で止まるだろうし、それでも止まらないのであれば、またこう、そのも150円までの近くまでは行くと思うんですけど、さすがに150円超えはもうやんないんじゃないかなと思います。で、その電気代、ガソリン代が高くて自民党持たないってなるんですけど、金利上げたら別にすぐにその円は一応高くなるので、なのでその金利を上げると、ただ、その物価の問題ではなく不景気が訪れるっていうのがあるので、なので、不景気を取るか物価を取るかっていう二択を、日銀の人はやらなきゃいけないっていうのがあるので、なかなかね、日銀の人の、その、その不景気を取るか物価を取るかっていうのって、日銀の人の問題じゃないんですよ。日本政府の問題なんですよ。でも、割と日銀がその責任を負うというふうに日本の人って思っちゃってるので、なぜ日本政府の問題かっていうと、日本にきちんとした産業が作れなかったという、2、30年ぐらい、ここの日本の政府がやってた問題のせいだと僕は思ってるんですよね。で、引退した人の再雇用の義務化というのは、僕はあれは日本の生産性を下げる行為だと思ってるんですよ。なぜ引退というのが決まってるかっていうと、日本って、会社員をクビにするのがすごく難しい法律なので、引退した人っていうのは一律辞めてもらいますと。で、ただ、優秀な人は、顧問みたいな形で再雇用しますよっていう形で、その一律年を取った人が辞めるという仕組みがあったんですけど、その再雇用を義務化することによって、65歳とかで辞めた人も結局お金払っ雇い続けなきゃいけないという義務を会社に負わせちゃったんですよ。で、そうすると、この人クビにしたいよねっていう人でも雇ってしまうので、結果その人に仕事を回すことになっちゃうんですよ。雇わざるを得ないですね。で、そうすると、若くて優秀な人にこの仕事任せた方がいいよねっていう人を、その仕事があったとしても、若い人に回らない。で、若い人を雇えない。で、結果として、その高齢者で仕事を回し続けるっていう風になってしまうので、若い人がスキルを上げるとか、人を雇わないことによって、機械化するだったり DX が進むっていうのも、結局悪化させちゃうんですよね。っていうのもあるので、僕はその定年した人の再雇用義務化というのはかなりまずい行為だと思ってるんですけど、ただ、それがまずい行為だと思ってる人もそんなに多くなくて、日本の生産性はどんどん下がっていくんじゃないかなと思ってます。ニュースの資産世論調査で、貯金の中央値を見ると少なすぎて日本の未来が不安になってしまいます。20代の貯蓄中央値が440万、90代978万と少なく、今後は格差がより拡大する気がします。この問題は政策等で改善することはできないのでしょうか。できません。結局日本が稼げない国になっていて、稼いでる人ほど海外に投資して、海外の資産をどんどん膨らませるという状況になっているので、なので、より日本国内で、純、純粋な真水のお金が回らなくなってるんですよね。要は
日本って GNP 増えてるよね、資本所得が大きいよね、なので GNP 的には全然回ってるよねと見えがちなんですけど、資本所得で上がった所得がアメリカの会社の株価で儲かったとして、それを日本で延転するのではなく、ドルのままだったり、アメリカの会社に投資したままだったり、ドルで換金した後、またアメリカに投資したいみたいな形で、GNP としては伸びてるんですけど、日本に円が戻ってこないんですよね。なので、まあ、せっかく言うとドルを換金して日本円でぐるぐる回すっていうのをやらないと。で、その iPhone とか Android とかで物を買うと3割のお金がアメリカに払うことになります。なので、ソシャゲとかでなんかみんなお金バンバン払ってるんですけど、じゃあ、ウマ娘とかでなんかすげえお金動いてますなんだけど、3割は Android の Google とApple にお金がいってます。それもドルで払うことになります。っていう感じで、そのどんどん日本円が海外の財を買うという形でいって、で、そのままドルが返ってこないっていう状況なんですよね。なので、なかなか日本が円安が続いていて、で、日本でお金が回らないよねっていうのはもう構造的な問題なので、で、これが政策で改善するというふうに考えるというのが僕は良くないと思ってるんですよ。その MMT の人だったりとか、なんかその、要は税金なんかなくてもお金すりまくればいいんだみたいなので、で、そのなんかアベノミクスみたいな、なんか円安にすればなんとかなるんだとか、なんかそのじゃあいろんなことを言ってて、結局その、まあ、円安にすればなんとかなるとか、インフレにすればなんとかなるとか、いろいろあったんですけど、結果今、庶民苦しんでるじゃないですか。要はその政策でなんとかできるというふうに思い込んで政策をやって結局悪化してて、で本質的にはお金が稼げる海外の人が買いたくなるような商品を大量に作るというその要は経済の自力で勝つっていうのをやらなきゃいけないんですよ。なので、その昔ではその日本の製品というのが海外でいっぱい売れてました。なので、日本の製品が欲しいから、海外の人たちがそのドルで日本の製品を買い、で結果として円が増えますとか、でじゃあその日本の機械を輸出してドルで代金払おうと思ってそれを円に変えて日本でまた新しい機械作るとか人件費払うとかっていう形でその日本国内にお金がどんどん回るような構造にしなければいけないんですけど、その売れるものを作るというのをやらないで、じゃあ円スローぜとか、なんかインフレにすればいいんじゃねみたいな金融政策とか、その要は政治の動きで何とかしようっていうのをやっていて、結果としてどうしようもないよねっていうのがこの令和の5年間だと思ってます。はい。平成の30年間は何もしないで昭和の遺産で食い続けようとして失敗して没落して、で令和の5年間っていうのは政策でなんかいろいろやろうとしてるけど全然意味ないよね、これ全く役に立たないよねっていうのを庶民が気づくまでの5年間だと思うんですけど、まだ気づいてないみたいなんで、令和10年ぐらいにようやくその金融政策で日本が復活することはないよねっていうのが大衆が理解してちゃんとお金を稼がなきゃいけないよねってなるのかなと思うので、あと5年ぐらいは皆さん我慢する必要があるのかなと思ってます。最近は増税に対する批判で自民党の支持率が下がっている傾向ですが、ひろゆきさん、増税についてどう考えていますか？私は増税は賛成で、国民負担率65%ぐらいが生かさず殺さずで、ちょうどいいのかなと考えているんですが、ひろゆきさんの意見を聞きたいです。生かさず殺さずをずっとやった結果、日本の場合はその高齢者優遇措置があるので、なので若者が結婚しなくなって、子供を産まなくなって、結果として少子化がどんどん悪化しているので、経済が発展しないのと、海外からこの国に投資してもしょうがないよねって思われているので、なのでその国民負担率がどうこうというより、その持続可能な状況になっているかというところの方が大事だと思うんですよ。その国民負担率が30%でも持続不可能であればまずいし、逆に国民負担率が70%でも持続可能な構造であればいいと思うんですよ。で、日本の場合、明らかにその日本人が減っていて、少子化が悪化してるんで、持続可能な構造ではないんですよね。なので、持続可能な構造にするために若い人には、そのなんか納税義務を課さないとか、例えば30歳まで住民税払わなくていいですよとか、まあ、所得税を払ってね、いっぱいお金持ってるんだから、みたいな感じで、なので、その若い人はそんなにお金払わないでお金貯めといて、で、結婚してる夫婦の子供を持ってる率はそんなに悪くないんですよ、日本は。じゃあどんな人が結婚してるかっていうと、まあ、金持ってるやつが結婚してるんですよ。20代で年収700万以上の人の95%ぐらい結婚してるんですよね、確か。要するになんかまあ、その装飾家とか、なんか結婚が遅くなってる晩婚家とかいろいろあるんですけど、言うても金あるやつは結婚するんですよ。なので、金がないやつは結婚できないんですよ。要は金がない同士結婚してもしょうがないけど、お金がある人と結婚したいっていう人と、お金があるから別に結婚して、
そのパートナーがいて、子供がいても大丈夫だよねっていう人は、じゃあ、まあ、この人と結婚するかっていうので割と結婚するので、なので若い人にお金を持たせる方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。